はい。すいません。ちょっと時間遅れましたけども、11時になりましたので始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。久々ちょっと間際にLINE が来て返信してしまいました。すいません。はい。最初にまたちょっと自分のことですいません。これ卓球の僕の師匠っていうか僕の見本にしている、どうも、川端さん、よろしくお願いします。最初気軽に、聞いてくださいね。すいません。松下大成くんという、卓球の子で、ちょっとこのしめじさんどうも、よろしくお願いします。はい。このどうも、お疲れさんです。しのめさんどうも、お願いします。ちょっとこれ動画流しながらちょっと行きますね。これちょっと著作権かもしれないので、ちょっとこっちでいいか。ピクチャーで。ちょっと見てくださいね。どうも、お花さん。よろしくお願いします。実はこれ、皆さん全然関係ないですけど、卓球の僕の戦術で見本にしている動画ですね。で、彼が卓球、皆さんご存知か知らないですけど、実は名門大学って、愛知工業大学って、うちの近くにあるんですけど、そこが卓球が全国的に強くて、今って、例えば、全国大会で、甲子園でも行ってるんですけど、名電って言って、名古屋電気工業っていうの、名電っていうのがあるんですけど、篠宮さんは知ってると思うんですけどね。そこから、愛知工業大学に行って、で、全国優勝を果たしたりするっていう卓球の今エリートコースみたいな感じなんですね。で、この松下大成くんも実はそういう、名電から、愛工大に行って、で、今、歯医者さんかなで、今年全日本で、8位、ベスト8まで行ったんだと思うんですけど、そうです。その通りです。実はね、愛工大名電っていうのが、もう野球だけではなくて、頭も良くてですね、結構私学っていうのは、今、こっちの名古屋の私学っていうのは、昔野球で有名だったところは割と頭のいい子も入ってるんですね。で、僕が見せたかったのは、実はちょっと皆さん、ペンホルダーっていうラケットの角度を見ていただくとわかるんですけど、裏を使ってるんですよ。わかりますかね？温泉卓球とかでペンホルダーってこういう風に握るじゃないですか。片方で打つんですけど、今って、今ね、フォアのフリックっていうの技術なんですけど、これは。これはよくあるやつなんですけど、この子の見本にしたいのは特にその裏面ですね。ペンホルダーの裏面。僕はそれをすごく課題にしていて、新しい技術なんですよね。はい。ペンホルダーっていう中の裏面っていうんですけど、これをなかなかね、こうやってる人がいなくて、で、僕は卓球をやっているその動機も、もう終わっちゃいましたね。張本くんが出てますね。こういう、戦術というか、バックの、裏面っていうやつですね。はい。これをいつも学んでるっていうことをちょっと話したくて言いました。何言ってるんだと思うんですけど。僕の趣味っていうかの一つで、多分、卓球とトレーダーと塾の先生の三本柱みたいな感じで、これがね、死ぬまでできたらいいなと思うこと、仕事と趣味とね、トレードもそうですけど、なんていうふうに思っております。で、やっぱり運動は、頭脳にも関係するので、卓球もね、思ったんですよ。学生の時にやってたっていうのは、体はすごいしっかりしてるんですけど、やっぱ頭がまだついてこなくて、練習方法とか、戦術だとかっていうのはあんまり考えずに反射的に動いてたんですね。だから、現役の時、高校生の時に、そこそこ強くはあったんですけど、でも、考えながらやれなかった。で、やっぱ大人になってきて考えるようになって、すごくその卓球のその幅っていうか楽しみとか、
こういう新しい技術を学ぼうとかっていうそういう気持ちになったりとか、今ほんで YouTube もこうやって有名選手のものとか簡単に見れるので、すごくいい時代だななんて思います。本当 YouTube ってすごいなって思うんですね。はい。まあ今週3回ぐらい練習してるので、またなんか動画でどっか見せたいななんて思ってます。はい、すいません。最初に。はい。じゃあですね、今日ちょっと盛りだくさんなので、早速、今日早いですけど、今日の本題の方をちょっと紹介していこうかなと思います。あ、その前にこれ、最近のこれ、脱線してすみません。オーディブルです。今週、川端さん、終わりました。同志少女よ敵を撃て。15時間。で、エピローグが最後あって、16時間超えてましたね。はい。読破しました。いや、死ななくてよかった。もうなんか最後主人公死んじゃうかと思います。あ、言っちゃいけないのか、これ。はい。あんま言わないでおきます。いや、とにかく見応えのある、すごい作家ですね。デビュー作でこんな描写ができるなんてすごいなと思いました。はい。まあでも本当に、男女差別、ね。日本でも日本兵が東南アジアで第二次世界大戦、例えば中国であったり、韓国であったり、東南アジアであったり、まあ多分、同じようなことをしていたんじゃないかなと思うことがあって、まあそれがロシアや、ドイツの、まあファシストに対しても、まあそういうことがあるんだなっていうのをすごくね、感じました。はい。またおすすめですね、これは。ね。はい。それでですね、この続き、今ちょうど、60歳までお金の自由を手に入れるっていうのを読んで、ちょっとですね、この本はもう大体なんか流れが分かっちゃったっていうか、半ば半分ぐらい読んで、まあいいかなっていうか、なんか僕も大体薄々感じていたことをこの著者の方が言われていたので、ああまあ、なんか読めちゃったって感じで、半ばこれ終了しちゃいました。で、今、規律とトレーダーという、トレードの、まあ、相場のね、心理分析、ちょっと硬い、文章なんですけど、まあ僕も兼業トレーダーとして、っていうことで、まあこの方は、マーク・ダグラスって、アメリカの方だと思うんですけど、その方が、1980年代ぐらいからの、こう、蓄積の中で30年ぐらいやってきたトレードの、まあ、テクニカルの心理っていうのを、こう、話してる。5時間ぐらいですけどね。今ちょうど2時間ぐらい聞いた感じです。まあ今ちょうど、ちょっと小説終わったので、ちょっと硬いお金の話をいろいろ聞いてるというところになります。はい。まあひたひたと、またね、いいものがあったら紹介していきたいなと。ちょっとこの規律とトレーダーね、ちょっとこう聞き流しで聞くのは、ちょっと難しい場合もあるかななんて感じました。はい。そんな感じです。それでは、このオーディブルはまたちょこちょこ、読んでる本とか紹介していきたいと思うんですけど、今日の本題ですね。はい。今日はですね、ちょっと盛りだくさんなので、株トレも合わせてちょっとご参加いただきたいなと思っているんですけど、この間、木曜日にお話ししました、お金大全ですね。こちらの、まあ、お話を特集でしていきたいなと思います。はい。本屋さんでも売っているんですけど、かなり分厚い辞書みたいな感じです。ただ、辞書みたいな感じなんですけども、もう結構今までトレーダーさんや株式とかも含めて皆さんが興味あるだろうなっていうコンテンツがすごく揃ってます。今日その目次も合わせてね、いくつかお話して、多分後半結構時間取りたいなと思いますんで、お願いいたします。はい。それじゃあですね、まあ、早速行きたいんですけど、今日の金曜日の相場と、ちょっと振り返りだけささっとやらせていただいて、株トレの方もね、前半にちょっと行きたいなと思います。ちょっとじゃあこちらの方ね、いきますね。あ、これじゃねえわ。
これですね。はい。金曜日の相場の方、ちょっと FX から見ていきましょう。はい、来ました。ドル円がなんと 147.66 と、もうあからさまに 151.94 の152円いくかなっていうところでズドーンと行きました。ちののめさんこれは見てました？どうですか？いかにもって感じじゃないです？トレーダーさんこれ山張ったりしてんのかな？はい。どうでしょうか？皆さんこれ注目して、もう150円で来るかなって。あからまに介入。ね、そうですよね。しののめ、寝てました。あ、そうか。これ何時？昨日の1時ぐらい？夜中の。ですかね。ちょっとこの相場の時間わかんないですけど。はい。世界各国でその動きが出てました。ね。川端っち、23時ぐらい。そうなんですね。23時ぐらいなんですね。じゃあ相場が始まってちょっとぐらいなんですね。なるほど。まあ、こういう為替介入があることによって、やっぱり、まあアメリカもそうですけど、世界の FX の動きも全部ポンドもそうですけど、もうボラテリティがすごいですよね。フランもそうですよね。はい。ウォンも、台湾も、台湾ドルも人民元も、多分昨日の23時の世界的な FX みんな荒れまくってますね。すごいですね。このパワーバランスが。ドル円だけじゃなくてそこら中でみんなボラテリティが出てます。はい。という感じで、まあ 147.6 ということになっております。じゃあ続き、日経見ましょう。金曜日の日経は最後 26,890 ということでした。まあ、FX に限らず、そこそこレンジみたいな動きをしていて、おとなしかったです。ただ、日経さん、今言ったように3時半に終わりますので、これは。川端っち、はい、買いポジションはロスカットでしょう。まあ、そうでしょうね。はい。思います。で、こちらの、日経平均の方の CFD は、まあ、その、3時半以降も動きますので、CFD は 27,100 まで上ってきました。はい。まあ、指して 27,100 なので、知れてますよね。はい。という動きです。まあ、これ、まあ、そんなに動いてないなって感じですね。はい。世界じゃない、アメリカ見ましょう。はい。続伸でしたね。ナスダック、SP500、ラッセルまでも、2% 以上上がって、久しぶりに続伸、木曜日、金曜日と続伸しました。先物も最後、やっぱり1日ずっと上がった調子になってて、SP500、3770。まだまだですけど、まあ、下げ止まっているところまで来ましたね。はい。半導体も調子が良かったです。決算もちらほら出てたと思うので、またSP500 のとこ見ていきたいなと思います。じゃあ、中国とその他のものを見ましょう。中国、香港、特に金曜日変わっておりません。まあ、香港 16,200 なので、まだまだ遠いです。インド、変わらず。ベトナム、金曜日、また戻っちゃったね。3.65% 下がってますね。これ、なかなかしぶといですね、これ。もう、なんか今ちょっとベトナムちょっと上がったらまた落ちてって感じですね。まあ、落ち続けることはないとは思うんですけど、底辺を今いるような感じだとは僕は思います。はい。今でも、まあ、買い時かもしれませんね。まあ、長期で、見ていただければいいなと思います。本当に。まあ、政治的で何かすごいことがあれば別ですけど、特に今んとこ強烈なニュース入ってきてないので、なんかデモかなんかあれば別ですけどね。はい。シンガポールも悪いですね。ちょっと東南アジア。
なんかあったのかな？シンガポールも悪いね。はい。誰かなんか知ってる情報があれば教えてください。ヨーロッパの方は変わらずです。ただ、ドイツは、ダックスが 12,730 ですが、その後 CFD は、ちょっとやっぱりアメリカの上がりと一緒に上がってますね。12,800 まで上がってます。フランスも、イギリスもそんな上がってないですけど。ユーロが 3,470 ということになってます。他は、あれ、ブラジルがちょっと戻しましたね。2.35% です。アフリカはなかなか上がってきません。という感じです。コモディティ見ます。なんか最近コモディティと株価って連動してません？ゴールド、シルバー、プラチナ。そうですけど、ハードコモディティがアメリカの株価と同じように連動しますね。ダウのこの商品指数はそんなに上がってないですけど、ハードコモディティがなんか全然逆相関しませんね。はい。株と同様上がっております。原油、レンジ、天然ガス下がり続けてます。はい、下がり続けてます。面白いですね。天然ガス皆さんどっかでトレード、ロングでしたい気持ちが出てくるんじゃないかな。なんかちょっとでも、ロシアとの、ガスの関係のニュースが入ったら、需要が上がるんじゃないかなと見たりとかね。ちょっとここ天然ガストレードしたい方注目ですよね。ずっと下がり続けてますね。はい。それからソフトコモディティ、大豆、コーン、小麦、レンジです。動きあんまないです。砂糖、コーヒー、ココアも同様です。はい。仮想通貨見ましょう。動いてますね、多分。大して動いてないですね。大して動いてません。ビットコインもイーサリアムもそんなに動いてません。今週そんなに動き激しくなかったです。はい。そんなところです。じゃあ、ヒートマップ見ましょう。昨日の SP500 の、ヒートマップ、オールグリーンですね。メタだけ落としているのは、決算があったかな？どうでしょうか？本当に最近決算超疎くなってきてるので、すいません。ちょっとこれだけ見ますね。メタ。いや、違うな。メタの決算10月26日だな。まだだな。違う要素ですね。ツイッターがえらい落としてますね。ツイッターも違いますね。10月25日火曜日ですね、決算が。違いますね。ネットフリックスすごいですね。決算後めちゃくちゃ上がってますね。これ言ってましたね。ちょっと気になってましたけど。めちゃくちゃ上がってるって言ってももう元が元なのでね。元がどこが元かわかんないですけど、300とか言ってるところで、今289年。でもこれ、見方としては、そりゃ確かに、ねえ、レンジブレイクしてる感じはありますけどね、ネットフリックスは。はい。高値更新ポーンと言ってますので、面白いかなと思いますけど。はい。はい。これずっとやってるとちょっとキリがない。すいません。パッパっていきますね。特に目立ったところはないというか、まあ、全体的にいい形になってますね。はい。銀行も結構良かったですね。JP モルガンが1日 5% 上げてるのは珍しいですね。はい。エネルギーもちょっとだけ。テスラはその前の日決算でめちゃくちゃ下がってたので、そっから 3.45 なのでちょい戻したぐらいで大したことないですね。決算の方が悪かったですね。半導体もこんな感じですね。はい。まあ、ちょっと戻したかなっていうことですね。はい。じゃあちょっと世界の方の、1週間のパフォーマンス見ましょう。さらっと。はい。今週の SP500 はこんな感じです。特に目立ったのだけ言いますね。Amazon が 11.6% ということで、なかなかレンジからちょっと抜けそうな感じのチャートになってます。
あとは、NVIDIA も今週半導体良かったですね。はい。ちょっとレンジからちょっと抜けた感じであります。エネルギーもちょっと良かったですね。原油今でもレンジっぽいですね。85のあたりで。ただ、こちらのエクソンモービルやシェブロンは株の方はいいみたいですね、今週。銀行がいいですね。JP モルガンとバンコクアメリカがいいです。待って。決算だったね、これきっと。銀行、そうですよね、きっと。順番がありますもんね。ちょっと見ていいですか？多分、銀行早いですよね、決算が。あんまりやってるといけないですけど。JP モルガンどこ？ JP モルガンどこ？あれ？ちょっとごめんなさいね。これか。そうだ、やっぱり。先週の金曜日か。決算早かったですね。もうそこからバババーっと上がってますね、これ。決算後。と言いつつ、待って、俺 JP モルガン持ってんじゃないの？全然、買ってるよ、俺。確か すいません。JP モルガン持ってましたね。はい。ちょっと今、長期で持ってるのが、金融1個持ってたので、はい。まだでもレンジのところにいますけど、レンジブレイクス。なんとも言えないですけどね、この、冷やしてみれば。まだ高値が123なので、今122なので、一回ここで頭打って、また、ちょっと下がってくるかもしれませんね。今、ちょっと今週は良かったっていう感じですね。はい。はい。世界の方を見ますね。あれ？ワールド。今週1週間の世界の動きです。カナダ、いいですね。アメリカと同様。ブラジルがすごいいいですね。今週は。なんでいいんでしょう、こんなに。めちゃくちゃいいですね。下がりまくってたもんね。どこも 10% 以上アップしてますね。なかなかブラジル投資難しいですよね。一時期すごい配当が高かったので、ここ、EWZ だっけここ。あれ ?EWZ だっけ一家コードが。はい。ちょっと待ってくださいね。見ていいですか？これだよな。レンジブレイクしてるわ。これ、iShares の、ブラジルの ETF ですね。EWZ。そうですね。この32.7 から今週ブレイクしましたね。レンジブレイクしてます。いいですね。ブラジルがなかなか面白い位置にいますね。はい。ここブレイクしたとこで買ってたらちょっと面白かったですね、これは。ちょっと今高い位置にいるので、一回落ちてきて、ブラジルが 32.6 のとこ止まったら面白いですね。もう一回トライしてくるかもしれませんね。上昇トレンド。ちょっとこれ、売上高、売買高がないですけど、テクニカル上はちょっと面白い位置にいます。ブラジルは。はい。そうですね。いい感じです。はい。ヨーロッパ。こんな感じでいいですけど、そこまで上がってはいません。イギリスもそこまではって感じです。スイスがいいですね。スイスがいいです。ぐらいですね。はい。逆にアジアは今週良くなかったです。中国がまだダメですね。まだ下落トレンド中で。なんでですかねこれなんでペトロチャイナとかこれ真っ黒なんだろう。エネルギー関係のやつがこのヒートマップに上がってこなくなりました。はい。くすんでます。日本は銀行系はいいですね。ただトヨタとかがちょっとプラマイゼロなのでそんなんではないですけど。台湾セミコンダクターも
そうでも、まあ、プラマイゼロですね。インドが少し良くなってきました。良くなってきましたね。はい。オーストラリアいいです。という感じですね。あと見た感じ、こっちのね、アジアがちょっと調子が良くないかなっていう一週間でした。はい。それでは、行きましょう。特集じゃなくてクイズの方行きますよ。クイズの方行きますよ。カブトレ。はい、じゃあ行きます。9番。F 社と G 社、買うならどっちというお話です。チャート見えますかね？大丈夫ですか？ちょっとここに出しますね。ちょっとじゃあ読んでいきます。ポイント。F 社と G 社見てってくださいね。まず、この F 社の方は、売買高が、ちょっとこう棒グラフ見にくいですけど、こんな風になってます。で、株価が同じようにこうなってますね。はい。で、また言うように横軸が期間、縦軸が、株価ですね。自社も同様です。売買高と株価ですね。はい。買うならどっちですね。ポイント。ちょっと考えてくださいね。逆ウォッチ曲線と言います。これ見せないとわかんないですね。ちょっといいです。これ図だけちょっと見せますね。見えますかね？はい。株価のこの、見てくださいね。この、縦軸と横軸があって、株価が高い方と、株価が低い方から、X 軸の方が、右が売買高が大きい方、売買高が左が小さい方ということになります。はい。株価が、上昇を繰り返すとき、売買高は下の図のように増減します。反時計回りに動くことが多いので、逆ウォッチ曲線と呼ばれます。これがなんかヒントらしいですね。逆ウォッチ曲線。ちょっとこう言うと、こちらの、数学で言うと第一象限。あれ？よかったな。第一象限。プラスとプラスのところね。売買高が大きくて株価も大きいときは、高値圏という風になっています。高値圏ですね、ここが。で、今度、第二象限の、売買高は、売買高小さくて高値の場合、高値圏で売買が減少してますと。で、第三象限、売買高が小さい時。しかも株価が低い時は安値圏で換算としてると。はい。次、こちら、売買高が大きいけど株価が低い時っていうのが安値圏で売買増加してる。まあ言われればそうですよねって感じですけどね。はい。さて、どうでしょうか皆さん。この G 社と F 社の、どんな感じですかどっち行きましょう。どっち行きますかなかなか難しいと思いますけど、この逆ウォッチ曲線っていうのをちょっとヒントに。川場タッチ、売買高が増えてきてるので、F、買い。ああ、そうですか。F 買いでいきますか。はい。はい。どうですか。もうちょっとみんな寝ちゃったかなはい。ずーっとなんか喋ってると、あれですね、もっと参加型にしなきゃいけなかったですね。わーんと。どうでしょうか。川場タッチ、間違えました。G、買い。あ、そうなんですかちょっと、じゃあ、どうしましょう。行っちゃっていいかな今日は、寝てるかわかんないですけど、行っちゃいますよ。はい。
では、答えの方いきますね、先に。はい。ドン。お花 F。今来ましたね。お花さん来ました。すいません、答え出ちゃいました。すいません。買うなら G 社ということですね。ちょっと難しかったですね、今回。はい。ちょっと、この、F 社と G 社のこれ、出してきますね。解説読みます。G 社には、何らかの好材料が出ているようです。はい。売買高増加を伴って株価が上昇しています。F 社は人気が離散っていうのかな。はい。売買高が減少していて株価が下がり始めています。F 社 G 社は株価、売買高が逆ウォッチ曲線にぴったり当てはまった動きをしているチャートの一部です。安値圏が売買高が増加したところから、ここですね。買い。はい。それから、高値圏で売買高が減少したところから、売りと、判断した方がいいだろうということです。ということで、ちょっと逆ウォッチっていうのはなかなかね、逆ウォッチ曲線って珍しいものが出ましたけども、見ていただくとこんな感じで考えたらどうかなと。東雲、なんかシンプルに考えられなくなってる W。なるほど。複雑に考えてるようだ。この方の本は多分なんか売買高をすごく人気のバロメーターとして素直にこう考えていくっていうなんか感じはありますよね。うん。ただ、初心者向けっていうか、やっぱりトレードしてきちゃうと、なんか自分の中でこう、いろいろ考えることが多くなってきちゃうとこはやっぱありますよね。これは本当思います。はい。はい。また、改めたリフレッシュした感じでね、僕も、学び直していきたいなと思ってます。で、自分のチャートの方も、チャートっていうかライブで流してるチャートも売買高をちょっと入れてこうかなと思いました。今ちょっとテクニカル上で入れてなかったので、ボリュームを入れてまた判断できるような形でちょっと見せていこうかななんて思ってます。またテクニカルの方も変えていきたいなと思ってます。はい。じゃあ、次行きますよ。10番。はい。初動に乗るというテーマですね。H 社、I 社、J 社、買うならどれ？ちょっとまた難しいかもしれませんけど、いきますよ。じゃあこのチャートをちょっと見てくださいね。H、J、I と、いきます。じゃあその間ちょっと下のところに書いてある説明を読んできますので、ちょっとチャートの方を見て聞いてください。好材料に株価の反応かという題です。チャートを読むとは、株価の動きから自分の知らない情報を読み取ることです。3社とも3月中は株価が1000円前後で落ち着いてます。好材料も悪材料もなかったと考えられます。ところが、4月に入り、3社とも株価が上昇。好材料が出た可能性があります。株価が動き始めてまだ1週間ほどしか経ってないので、4月には好材料が出たと言えます。ということで、この好材料の4月をちょっとヒントに H、I、J 買うならどれかなという話ですけど、いかがでしょうか。今度は3択になっております。どうでしょうか。シンプルに多分、まず、売買高を見て、買うならですからね。はい。売りは今日はないので、今回は。いかがでしょうか。と言いながら、ちょっと、お茶を飲みます。今日あれもできるかな。シメディ H に1票。はい、ありがとうございます。どうでしょうか。
そういえば。お花、J にします。はい。川端っち、バイバイ高で J ですね。日ののめ、J かな。はい、J 来ました。今日4人ぐらいでよかったですよね、きっと。はい。あ、しまった。サラさん、今日やれなかった。まあいいや。忘れてた。まあいいや。今日、後半のやつにしますね。じゃあ行きますよ。もういらっしゃると思いますので。はい。じゃあ答えいきます。俺も知らないです、これ。ドン。お、買うなら J 社です。ちょっと読みますね。あ、ちょっとこれ、J で、ちょっとこれ、あっち見えますね。これ見ますよ。はい。これ見ながらちょっと聞いてください。急上昇後の下げをどう見るかということです。チャートを見た、まあ、この筆者の、投資判断は、H 社、様子見、I 社、売り、J 社、買いです。まず H 社ね。H 社は4月に株価が上がったと言ってもほんのわずかで、売買高が増えていません。特に注目すべき買い材料はなく、今後も株価は大きくは動かないと思われます。I 社は見えますかね？ I 社ね。はい。何らかの好材料が出て、一部投資家が飛びつき買いしたいものの、すぐに売りに押されて、元の株価まで押し戻されてしまいました。売買高も一度増加したものの、すぐに減少してしまいました。ということは、4月に出た買い材料は偽情報だったかもしれません。1100円でI社株を買った投機筋は飛びつき買いをしたことを後悔しており、ここから損切りの売りを出している可能性がありますと。はい。J 社は4月に入ってから、株価が急上昇した後、利益確定売りで少しだけ株価が下がったところですと。売買高は減っていません。上昇勢いは、維持されており、引き続き出たばかりの好材料を評価した買いが続くと想定されますということで J という風になっています。あともうちょっとあります。半値押しを下がらなければ、半値押し。この人はあれですね。半値押しって言うんですね。よくほら、フィボナッチ使ったりする方とかいれば、フィボナッチ数列で半値まで分かったら 0.5 とかあるじゃないですか。まあ、この方半値押しって言いますけど、下がらなければ上昇の勢い維持ということです。一般的に株価が急上昇したと直後の下げが上昇幅の半値より小さい間は上昇の勢いが続いているとみなすことができます。1000円から1100円まで上昇した J 社の株価の、ここですね、半値戻し。1050円。1050円ですね、ここが。1050円を下回らない限り上昇の勢いは続いているとみなします。このポイントは、今言ったのは、1100円から1000円から1100円まで上がってます。100円上がってます。で、ちょっと見にくいですけど、50円まで下げてないと、こうね、見ますと。で、これが50円以上下げていたら、トレンドが変わってるかもしれないっていうことを言ってるですね、きっと。なので、1050円をまだギリギリ切ってないので、まあ、変な話、上昇トレンドは継続してるのではないかなという見方をするというらしいです。まあ、こっちのI社の方は、上がった分だけそのまま下がってますので、もう、半値以上戻してますので、下落トレンドになってるよっていうことを言ってるかと思います。はい。よろしいでしょうか。でですね、本当は心理テストがこの後続いてるんですけど、ちょっと後半押しちゃうので、また次回、
この中の心理テストっていうのがあるので、次回、これ心理テストやりたいと思います。予告しときますね。これ、これ、心理テストあります。はい。はいかいいえで答えてくださいということで、これはどういうふうにちょっと皆さんで参加できるかわかんないですけど、ちょっと一緒に、どっか、紙用意した方がいいのかなこれ。覚えてもらえるといいですか？はいかいいえ覚えておいてもらって、やりたいと思いますんで、またお願いします。参加型にさせてます。ちょっと時間ないので、今日はこれやめときますね。次回にさせてもらいますね。心理テストは。はい。ではですね、今日の特集の方行きますよ。いけるか、まず、これですね。はい。ちょっと本を変えます。大丈夫か。お金大全と言います。今ちょうど本屋さんでも、売ってるところには売ってますけど、何ページだっけこれ。300ページぐらいあるんですよ。ちょっとした辞書ですね。ただこの辞書も結構わかりやすくなってて、あれです。しめじさん、知ってればですけど、お花さんも知ってれば。なんかね、数学のね、チャート？青チャートとかあるじゃないですか。赤チャート、青チャート、白チャート、黄チャート。皆さん知ってますかね？厚さはあんな感じです。チャートみたいです。でもチャートって言うと、ゲと思うかもしれないので、これを、ちょっとこちらで噛み砕いていって、いろいろこうピックアップして皆さんと一緒に、このお金についての学びを、こう入れていこうかななんて思っております。これ理由はですね、やっぱりシメディ、20年以上前に勉強しましたね。そうですね。もう青チャートもね、大変っす。はい。もう、白チャートで勉強してほしいっす、みんな。ってなんて思います。僕特に文系の人は。青チャートは大変。今でもあるんですよ。本当あとはなんかちょっと脱線しますけど、チャートと。お花、ありましたね。ね、なんだっけ。今ね、何ゴールドだったっけ？ど忘れしちゃった。チャートと同じようなやつがもう一社あるんですよ。スコープゴールド。ど忘れした。もう最近出てこなくなっちゃいました。なんとかゴールド。まあいいや。っていうのがあって。この、今持ってます。お金大全なんですけど、こちらの方を噛み砕いていきたいなと思います。はい。じゃあですね、ちょっと、こちらじゃなくて、今日は動画が、今日はね、サイトが、この間すいませんでした。サイトが崩壊しちゃって。ちょっと待ってくださいね。こうか。はい。それでは、一番最初に、ちょっと、この、一番最初、お金持ちとはっていうとこがあったので、この本をどうやって使うのっていうことから読んでいきますので、なんか思い当たることがあれば、ちょっと、いろいろコメントいただけたらと思います。ちょっと読んでいきますね。お金持ちとは。この言葉を見て、皆さんはどのような人を思い浮かべますか？ケチ、おごるのが好き。こちらも読みますね。高級車に乗っている。使用人を雇っている。ビジネスクラスに乗っている。高級料理店で高級ワインを飲んでいる。ハンバーガーが好き。寄付が好き。投資が好き。不動産を持っている。ビジネスを持っている。皆さんが思い浮かべるお金持ちはおそらくすべて正解です。お金持ちだからといってみんなケチではないし、みんなハイクラスの生活や消費をしているわけではないからです。なお、お金持ちイコール収入が高い人というイメージがあると思われますが、お金持ちの定義としてよく使われるのが純資産額。資産から負債を引いた額です。野村総合研究所によれば、純資産額が5億円以上の人を超富裕層。YouTuber のあの人も5億円ぐらいありました？篠目さんの好きな
上岡さん ?5 億円だったっけ？ちょっと忘れちゃった。純資産額が1億円以上、5億円未満を富裕層。それから純資産が、5000万以上、1億円未満を純富裕層。それから純資産額が3000万から5000万をアッパーマス層。ちらほらとこのアッパーマス層って言いますよね。純資産額は3000万未満をマス層と定義してますと。つまり、いくら収入が高くても純資産額が少なければお金持ちとは見なされないわけですと。で、書いてあるのが、今、2019年で、あれこの本って2019だったっけ？あれもうちょっと新しいかと思った。ですかね。東雲5億円トレーダーって肩書きですね。確かそうですよね。はい。超富裕層は、8.7 万世帯。全体の 0.1% と。それから、富裕層が全体の 2.4 と。から純富裕層は 6.3。アッパーの方が、ちょっと俺カメラで見えないけど、13.2 か。それから、マス層が 78% ということになってますと。で、純資産から見れば3000万以上の。上岡さん私も見ます。5億と言っています。そうですね。はい。お金持ちの入り口に立ったと言えますと。3000万以上でね。はい。ちょっと続きますね。とはいえ、お金持ちの定義は果たしてこれでいいものかと考えたいところですと。今一度考えたいものがそもそもお金持ちに憧れる理由は何でしょうかと。その理由は、お金にも、時間にも余裕がある暮らしができるからではないでしょうか。そして何かしよう、これからしたいと思った時に、時間やお金が原因で、その選択肢が減らされないようにすることではないでしょうかと。生活に不自由がなくやりたいことがやれるぐらいのお金があれば、それはお金持ちと言っていいのではないかと考えますと。お金は使うもの、単なる手段です。会いたい時に使えるお金があれば、それは立派なお金持ちではないでしょうか。これは私のお金持ちの定義です。そうですね。ここ大事かもしれません。逆にファイヤーしてる人とかって、なんていうかな、お金がたくさんあったって、仕事とのバランスで、僕はなんていうかな、お金持ちっていうだけじゃなくて、そういう仕事と絡んでないと、本当のお金持ちはないんじゃないかななんて思ってます。金額じゃないっていうかね、そういうふうに思いますね。ちょっと飛びますね。はい。ここですね。それは、お金持ちの基本を抑えて、お金が自動的に貯まる仕組みを作り。川場タッチ、上岡さんは、チャオですね。いつもチャオって言ってますよね。なるほど。なんだっけ忘れちゃった。お金を自動的に、貯まる仕組みを作り、それぞれのお金の使い方が、各基準に合わせてお金を使うということですと。いうことは大事ですと。はい。なんだそんなことかと思われるかもしれませんけども、お金持ちになるためのルールはシンプルですと。宝くじ、それから、ちょっと見にくいですけど、リスクを取って、ビジネスや、資産運用に成功など、お金持ちになっている人もいますが、これは一握りですし、再現性は低いということになります。続きます。本当のお金持ちにごめんなさい。ここですね。本当に価値あるお金の情報に接するのはですね。さて、お金の基本といっても世の中には情報溢れていますと。そして本はもちろん、ウェブの記事、YouTube、Twitter など無料でお金の情報を得られる時代です。そうですね。多くの方がお金の情報に触れ、知識を持つ人も増えていくことは喜ばしいことです。ただ、手に取っていただいた皆さんは、確かなもので鮮度が良く裏付けされたお金の情報を掴んでもらいたいと思います。それを見分けるには、情報を発信する人がどういう経歴なのか、どういう実績があるか、どういう背景や根拠で言ってるのか、実際に実践しているのかどうかという点も注目することが大切です。ごもっともですね。
僕もまだ中途半端な兼業トレーダーで申し訳ないですけど、こういったいろんなものを学ぶアンテナとかは、結構正しいものは取り入れてるとは思ってはいます。はい。私の著者の、高山和恵さんっていうのかな、はい。も、貯蓄、投資、節税、保険、キャッシュレスなど、自身でバリバリ実践をしています。投資は、イデコ、NISAはもちろん、日本株、米国株、不動産投資、金投資、FX、仮想通貨、ソーシャルレンディングなど幅広く実践しています。はい。そして生活に不自由なくやりたいことがやれるお金は十分にありますので、私の定義からすれば、この高山さん、筆者の方もお金持ちと言えるでしょうということですね。はい。で、この筆者の方が後半にいろいろ言ってるんですけど、これはちょっと飛ばしますね。こういう人ですよっていうことですね。はい。で、ここですね。お金持ちになるには簡単ですと。お金の基本を行動に移すだけ。今から始めるのが遅い。節税は大事。そうですね。はい。本当思います。今から始めるの遅いなんてことはありません。残りの人生でこの瞬間が一番若いのです。人生を変えるのは今です。お金の知性が人生を変えますということになってます。これちょっとそのお礼ですね。はい。それではですね、これがどういうプログラムになってるかっていうこと、今のね、お金持ちの定義っていうことから、話を進めていきますが、今日は目次をちょっと見ていきたいと思います。はい。興味のあるものとかちょっとあったら、また教えてくださいね。まず、第1章ですね。1分でわかる。これからの必要なお金の基本ということになっています。1番。毎月どれくらいお金がかかっているのということですね。はい。次2番。人生にはどれくらいお金がかかっているのっていう題名。次3番。みんなお金をどれくらい貯めているのということですね。次、4番。給料は上がりにくいって本当？はい。5番。退職金って減ってるのすいませんね。皆さんこれ当たり前だろうと思ってるものもいくつかあると思いますので、興味のあるものがもしあれば、教えてくださいね。はい。6番。預貯金でお金を貯めるだけではダメ？はい。7番。ライフプランってどう立てるの？うん。8番。マネープランはどうやって作るの？ 9 番。お金に困らない基本戦略とは？というのが第1章。このね、これから必要なお金の基本ということで、第1章が構成されています。次、第2章。1分でわかる。今度はお金の節約の基本が第2章にあります。節約ですね。いきます。続きになってますんで、これ、お金大全100ですので、100項目ありますのでね。はい。10番。お金を貯めるにはどうすればいいの？はい。11番。支出はどうやってチェックすればいいの？はい。12番。他にできそうな支出の把握の仕方は？はい。13番。節約は何から取り組めばいいの？いやー、出てきましたね。はい。14番。住居費。ちょっと喉が枯れてきました。今日喋ってますね。YouTube がないので。すいません。14番。住居費を減らすにはどうすればいいの？出てきましたね。住居費が。はい。15番。住宅は購入するの？それとも賃貸？この間話したやつですね。はい。16番。ここ出ましたね。高いスマホ代どうする？ 17 番。電気代はどう減らせばいい？これ面白そうですね。18番。
水道、光熱費はどれくらい節約できる ?19 番。なぜ生命保険は掛け捨て型がいいの ?18 番。じゃあ20番。生命保険はどうやって見直せばいい？面白そうですね。21番。ちょっと心が痛いけど、車はどうするって。嫌だな、なんか。車はどうするって。22番。他に見直すものはある？うん。23番。変動費はどう節約すればいい？ということで、この第2章は節約中心のコンテンツになっております。次、第3章ですね。1分にわかる。今度、社会保険とか税金の話です。結構、ここら辺、僕も苦手なゾーンですね。学びたいなと思います。税金って何？どうやって支払ってるの？はい。25番。社会保険にはどんなものがあるの？はい。26番。給与明細はどこを見ればいい？はい。27番。源泉徴収は何を徴収されてるの？はい。篠梅さんこのあたりちょっと喋ってましたね。はい。なんだっけあれで、ドライブのやつで喋ってましたよね。28番。年末調整と確定申告で何が違うの？知りたいとこですよね。サラリーマンの方とか意外にこれ知らない方いますもんね。29番。所得税、住民税ってどう決まるの？はい。30番。所得控除って税金が安くなるの？見えなくなってきたので、すいません。で、見ます。31番。年末調整の手続きで忘れがちなものは？そうですね。細かいですがありますね。32番。会社でも確定申告はできる？意外にこれ知らない方もいるかもしれないですね。33番。医療費控除で税金は安くなるか。うん。34番。セルフメディケーション税制とは？うん。意外に知らないかもしれないですね。35番。忘れがちな扶養控除で税金が減らせるかも。いやー、結構、おっと思う話題がいくつか出てきてますね。僕的には。はい。第3章は税金のお話でした。続きますね。まだありました。第3章続き。ついに出ました。36番。イデコ。個人型確執年金って何？意外に僕もあんまりノーマーク。37番。ふるさと納税って何？チラチラ聞くんだけどな。はい。38番。13年にわたって税金が安くなる住宅ローン控除とは？川端さんここら辺ちょっと詳しいかもしれないですよね。はい。39番。フリーランスに必要な小規模企業共済。DC のことかなこれ。加入している？違うかこれ。はい。年金基金？なんだろうこれ。40番。フリーランスがさらに使える年金の制度とは？多年金のことかな？はい。というゾーンですね。次。ちょっと時間がなくなってきたので、いきますね。バーっと。紹介で終わっちゃいますね。本当は第1、2、3って行きたかったんです。まあでも、大事なので行ってきますね。第4章。お金の貯め方の基本。41番。最初、目標は何万円？ 42 番。お金はどうやって貯める？ 43 番。給与の中からどれくらい貯めればいい？はい。44番。3つのキーワード。先取り、自動、強制、貯蓄とは？なんだろうこれ。45番。銀行口座はいくつ持つ？これ意外にありますよね。46番。銀行口座の持ちすぎは NG。そうですね。3つの危険に注意。皆さんどうです？銀行口座とか大丈夫ですか？はい。ネット銀行のおすすめはどこ？来ましたね。お得な経済
経済圏って言ったらもうなんか楽天じゃーんって言いたくなっちゃうけど、違うのかな。はい。49番。会社の制度、財形制度とはどう使うか。50番。従業員持ち株制度は使うべき？持ち株制度ね。はい。企業型確定拠出年金って何？これが DC のことか。企業がやってるやつですね。はい。52番。小銭は楽しく貯金してモチベーションアップ。どういうことだこれ。53番。要チェック。小銭貯金アプリとは？ちょっと俺52、53は、やってます誰か。小銭貯金って。僕ちょっと今やってないですね、こういうの。はい。ということで第4章は、お金の貯め方ということになります。それから第5章ですね。100あるのでバーって言いますよ、もう。第5章は、お金の使い方の基本ですね。54番。メリハリのついた支出はどうやるの？はい。次55番出ました。キャッシュレス決済はたくさんやるべきかどうか。いや、これ考えた方がいいですね。はい。56番。クレジットカードは何枚持つ？ここも面白いですね。どうです？皆さんもどうですかね？クレジットカード。57番。クレジットカードをたくさん持つのはダメかどうか。58番。クレジットカードで利息を払いすぎてないか？うん。59番。電子マネーは何を使う？電子マネー。何使う？一つか二つぐらいじゃないんですか？今は。はい。気になるスマホ決済。どれを使えばいい？面白いですね。これも話題も。61番。賢く使ってる？ポイントの20取り、30取り。はあ。62番。無意識に生まれる死と不明金とはなんだこれ。63番。余っていないですが、巧妙なお得の罠。64番。ボーナスの使い方。4対3対2対1は。ちょっと僕ボーナスないのでわからないですけどなんだろう。65番。自己投資。しっかりとリターンを把握しているかどうか。という、第5章はお金の使い方の基本ということですね。第6章。備え方ですね。ちょっと難しい話が出てきてます。ここから。66番。民間の生命保険にはなんで入るの？なんで入るのですね。67番。法的保険にはどのようなものがあるの？はい、68番。健康保険でカバーできない費用とは？はいはい。次、69番。生命保険に入った方が良い場合は？面白いですね、このあたり。俺結構ノーマークなとこもあります。70番。働けなくなった場合はどう備える？71番。民間の介護保険は入らなくていいの？意外にここも難しいとこですよね。はい。で、ちょっとここになんかいろいろ法律が出てきてるみたいなんで、もしここで法律の話ができればいいなぁなんて思います。はい。次、もう少しで終わりますね。法律がバーっとあって。第7章。お金の増やし方の基本。72番。お金の置き場所で増え方は変わる？ここら辺からちょっと投資の話かな？ 73 番。いろいろな金融商品。どれに投資する？そうですね。これ投資ですね。74番。投資商品によってかかる手数料は違うの？ 75 番。金融機関によってコストは変わる。金融機関選びは超重要。ここら辺ちょっと僕も得意分野ですね。76番。特定口座、一般口座、どれを選ぶべき？そうですね。77番。金融商品のリスクリターンとは？はい。78番。自分が取れるリスク許容度を知ろ
79番。資産運用の大事な3つのキーワードって何か。80番。分散投資でポートフォリオを組む最大の理由は？そうか、初心者の方とかだとこのあたりだとちょっともう、専門用語がちらほら出てきますね。はい。81番。投資商品の税金は商品ごとに異なる？ 82 番。運用益、非課税の NISA を活用する。あ、このあたりもしかしたら年末とかで話せるといいですね。ちょうどタイミング的に。はい。83番。積立 NISA、iDeCo のおすすめの金融機関は？これ2019年だったらもしかすると最新の話題を詰めて話できるかもしれませんね。はい。84番。気楽にできる投資はないの？ちょっと最後よくわからないですけど。はい。最後の手前第8章。これ第9章までやりますので。第8章。投資商品の基本になります。いきます。86番。企業が発行する債券、個人向け社債とは？これいいですね、この話題。はい。これ、俺、すいません、トレード目線になってる。87番。外国の国債のおすすめは？いいですね。やりたいですね。88番。金投資のおすすめは？これどういう意味なんだろう？金投資のおすすめって、ETF か、先物か、現物かとか、そういうあれですかね。はい。それから89番。投資信託にはどんな資産に投資するか。そうですね。90番。投資信託の運用方法、インデックス型とアクティブ型って何？皆さんこれはよく聞く話だと思います。91番。投資信託のおすすめ教えて。何これ SP500 とか言うのかな。92番。面白いですね。不動産投資のおすすめ。だって、でも2019年のおすすめと今違うかもしれないですよね。はい。不動産業者、賃貸管理会社は超重要。94番。株式投資の銘柄は何を見て選ぶ？そうですね。95番。会社、指揮法で値上がりする銘柄を探そう。いや、この95番までやれるようになったらすごい立派ですよね。指揮法まで見てやるってなかなかいないと思いますけど。でも、決算とかもあるので、いいかもしれないですけど。見れるのかな？はい。96番。最近の話題の仮想通貨ってどんなもの？最後の方出てきましたね。97番。クラウドファンディングの一種、ソーシャルレンディングとは？最後98。気になる FX、積み立て FX。なんだ積み立て FX って。CFD のことかなこれ。なんでしょうね。ラスト。第9章。実は大事なお金のメンタル。99番。お金を貯めるマインドとは？ 100 番。お金を増やす投資能とはということで100個一気に行きました。すごいいろいろコンテンツありますよね。チャート式ですからとにかく。はい。ということで、今日ちょっと時間がなくてこの紹介をしていくんですけど、なんかもし、興味があるかなっていうのを優先的にやっていきたいなと思いますが、一応、特になければ1番から、順を追って少しずつやっていけたらなと思っております。今日ね、もう時間がないのでできないので、また次回から少しずつ株トレと一緒に、これをちょこちょことお金の勉強皆さんとね、していきたいなと思う。ちなみに写真はこんな感じです。1番の、どれくらいお金がかかってるのってことで、これを読みながら、皆さんにはこのちょっと東雲 FX の積み立て。そう、なんだろうなと思って。レバレッジかける積み立てかなと思って。まだ僕も読んでないですけど、最後面白かったですよね。でこんな風に皆さんには表を見てもらいながら、表の解説をしながら僕が、この本を一応読んでいって、ちょっとなかなか一緒にね、この表の見方だとかを考えながら行きたいなと思う。で、実は10秒チェックっていうところがあって、
一応これでなんか考えていきましょうみたいなものがあるので、少しこう参加型にしていきながら、一緒にね、こう資料を見て学んでいけたらなぁなんて思っています。はい。まあこっちファンダメンタルじゃないですけど、お金全般の話をしていきながら、テクニカルで株トレもできたら面白いんじゃないかななんて勝手に思ってます。ちょっと参加型っていうの楽しそうかなと思ったので、まあ今日最初にね、こんな内容でやっていくのっていうことで今日はお話しさせていただきました。はい。じゃあまた木曜日から、このお金のお金大全と株トレをやりつつ、なんかね、また面白い話題が出たら、それも紹介していきたいな。これ、どれぐらいやれるのかな？ちょっとわかんないですけど、1日2つぐらいやれるのかな？2つか3つやれたら。株トレも2問ぐらいやりたいし、こちらのお金大全のお金の勉強も2問ぐらいやりたいですよね。はい。そんな感じで、考えていきますので、お楽しみください。皆さんこれ読まなくてもこの株トレとお金大全は、この辞書みたいなやつ、勉強できるのではい。皆さん一緒に勉強していきましょうね。はい。知ってるよってことも多いかもしれないですけどね。はい。まあ、それで話膨らむかもしれませんしね。はい。お願いいたします。はい。ちょっとオーバーします。今日サラさん来なかったですね。はい。またね、木曜日やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは、今日もこの辺で終わります。どうもありがとうございました。失礼いたします。東雲、お疲れ。